幽霊の額に白い三角符をなぜ描くのか。幽霊怖いですね。会いたくありませんね。不気味な姿は見ただけでゾッとしてしまいます。実際に目撃しなくても、絵を見るだけでも気持ちのいいものではないんですけれども、幽霊像には必ずと言っていいほど、その額のところに白い三角符が描かれてますね。これはなぜなんでしょう。この三角符、仏教用語で言えば宝冠と言います。その起源は平安時代まで遡り、悪魔払いを行う法師たちが額につけたのが始まりなんです。ただし、当時は白い布ではなく、黒の絹を用いていました。やがて時代は下り、江戸時代の末期、死者が悪魔に取りつかれないようにとの願いを込めて、死者の額に三角形の白い紙をつける風習が定着していったんです。そして幽霊は当然死人なのだからということで、幽霊像にも白い三角符を描くようになったということなんです。なぜアンコウは吊るし切りにするのか。東のアンコウ、西のフグと言われるぐらい、アンコウは美味です。最近はフグ人気に押され気味なんですけれども、あんこう鍋、あん肝などは代表的な冬の味覚なんです。ところで魚をおろすときはまな板の上でやるのが一般的なんですけれども、あんこうは別なんです。頭部を上に吊るしたままの状態で身を削いでいくんです。なぜこんなめんどくさいことをするんでしょう。吊るし切りにする理由は、身が極端に柔らかいからなんです。まな板に乗せようとしても、ぐにゃぐにゃしているため、すぐに滑り落ちてしまうんです。だからやむを得ず吊るして包丁で身を削いでいきます。なお、まだあんこうを食べたことのない人のために、簡単にその味を紹介しますと、あんこうの身はゼラチン質が結構多いんですけれども、そこにあんこうの肝を溶かして、味噌と溶かして入れるんですけれども、そちらはかなり濃厚で、好き嫌いが分かれるところですね。カルシウムが不足すると怒りっぽくなるのか。カルシウムは丈夫な骨や歯を作るためになくてはならないものなんですけれども、それだけではなく体内でいろいろ重要な働きをしています。例えば血液をアルカリ性に保ったり、血液を凝固させたりするほか、神経の興奮を鎮める働きもします。カルシウムが不足するとイライラしたり怒りっぽくなったりするんです。精神的なイライラは胃潰瘍や高血圧の原因になります。カルシウムがいかに大切かがわかります。ところで
牛肉や豚肉など動物性タンパク質はカルシウムを尿の中に排出する働きがあるため、肉をたくさん食べる人は同時にカルシウムを多く取らないとカルシウム不足になって骨が折れやすくなったり、歯が弱くなったり、怒りっぽくなったりするということになっちゃいます。だから牛乳や小魚などでカルシウム分をたくさん摂るようにしたいものですね。最近の干し椎茸にはビタミン B がないのか。ビタミン D はカルシウムの吸収を手助けしたり、丈夫な骨や歯を作るのに必要な栄養です。不足しますと骨が軟化し、背骨や足が曲がり、くる病になる危険もあります。ところで、干し椎茸はこのビタミン D を豊富に含む食品とされておるんですけれども、最近の干し椎茸にはこれがほとんど含まれていないと言われております。なぜかというと、最近の干し椎茸は天日干し、天日乾燥をしないでオイルヒーターによる乾燥機で乾燥させてるからなんですね。買ってきたら一度お日様に当てて天日干しすればビタミン D はいっぱい増えますよ。使い捨てカイロはなぜ暖かくなるのか。冷え性の人や寒い職場で愛用されている使い捨てのカイロ、火を使わずにただ貼るだけでポカポカになってきます。火もないのになぜ暖かくなるんでしょう。これは要するに金属が酸化反応をするときに出る熱を利用しているんです。大抵は鉄粉と酸化剤を主な中身としています。鉄の酸化とは錆びることなんですけれども、ゆっくり錆びていくのでは適当な熱は得られないんです。一定の速さで酸化剤と化学反応を起こさせることによって発熱させ、回路に適する暖かさを得ようというわけです。鉄粉と酸化剤の配合の仕方、鉄粉の粒の大きさ、酸化剤の種類などはメーカーによってまちまちであり、企業秘密としているところが多いんですね。優れた品質の使い捨て回路を作るため、これはしのぎを削っているからなんです。蛇の山かがしに噛まれて死ぬのか。山かがしは本州、四国、九州から朝鮮、中国にも分布する、これごく普通にありふれた蛇です。背中は黒い青みを帯びた灰色か緑色で、黒い斑点があり、腹の前の方は黄色、後ろの方は黒いんです。頭部には毒腺があり、ここから分泌する液で自分を防御するんですけれども、毒の歯はなく噛まれても無毒だと信じられておりました。ところがコブラ、ハブ、ガラガラヘビなどのように噛まれれば命を落とす猛毒があることが報告されています。一
般に毒蛇の毒歯は一番前に2本揃ってあるんですけれども、ヤマカガシの場合にはこれが口の奥の方の歯にあったんです。普通に噛めば前歯が刺さるので無毒なんですけれども、深く飲み込んで噛まれたり、子供のように弓などが小さかった場合は毒のある奥歯で噛まれる可能性があるんです。年に2、3人はこの被害により死亡しております。常備されている血清の量が少ないので、これはむしろ怖い蛇と言えるかもしれません。願い事が叶うという流れ星の正体は実は星ではないんです。宇宙からは毎日1トンの塵が降り注いでいるんですけれども、ほとんど海に落ちるので実害はありません。塵の正体は小惑星の破片や彗星がまき散らした氷の破片などで地球の重力に惹かれ、秒速 10km 以上の速度で飛んでくるんです。そして大気との摩擦熱で地上 100km あたりで光を放ちます。これが流れ星です。ほとんどは燃え尽きてしまうんですけれども、中には大きなものもあって火の玉と呼ばれております。隕石や隕鉄です。1974年、瀬戸内海に落ちた火球はコンビナートの近くだったので、関係者はかなり肝を冷やしたそうです。手品で使う鳩はなぜ白い鳩ばかりなんでしょう。街中で見かけるのはドバトなんですけれども、手品で使われるのは銀鳩という違う種類です。この鳩は体が小さいので隠すのに都合がよく、羽を広げるとドバトと同じぐらいの大きさになります。しかも性格がおとなしく、仰向けにしておけば暴れることもないので、服の下に入れておけるんです。手品師はこの鳩をヒナの時から育てて仕込み、よく演技できるようにしているんです。突き指をしてしまったら引っ張ると良くないんです。突き指は指が手にめり込んだように思ってつい引っ張ってしまうところなんですけれども、これは逆効果です。指の靭帯がねじれたり傷ついたりして起こる一種の捻挫なんです。余分な力を加えると患部が悪化するだけです。引っ張るのは捻挫癖がついてしまうので要注意です。水道の蛇口ですぐ冷やすのが一番いいんです。20分ぐらい流水にさらし、その後指を固定しておくと炎症は収まります。なぜ夜爪を切ってはいけないのか。夜爪を切ると親の死に目に会えないということわざというかありますけれども、今は夜も明るいので風呂上がりに爪を切っても
ちゃんとまとめてくずかごに捨てることができるが、昔は暗いので深爪になったり、切った爪がどこかに飛んでも探し出せなかったりしたんです。切った爪を踏みつけると刺さることもあります。また、親からもらった体は大切にしなければいけないという教えからも、切った爪が行方不明になることを改めて、夜には切らないようにしつけをしたのです。包丁やナイフで指を切ったら温めるべきか冷やすべきか。怪我をしたら冷やすという常識があるので、指を切っても水道の蛇口で冷やすべきだと思っているかもしれませんが、間違いです。血液が固まるのは酸素に触れた血小板が互いにくっつくからなんです。血小板は温かい方が活発に働くので、蒸しタオルなどで傷口を覆っておくと早く固まります。また、血液中に含まれているタンパク質も温かい方が凝固しやすいです。血の出る怪我は温めた方が良いんです。木の実はみんななぜ目立つ赤や黄色なのか。ほとんどの木の実が赤や黄色の目立つ色をしているんですけれども、鳥や小動物に食べてもらうためなんです。木の実の目的は新しい土地で芽吹き、子孫代々まで生き延びていくことなんです。そのためには種は移動しなければならないんです。つまり鳥やリスなど小動物に食べてもらい、新しい土地で糞の中に排泄される必要があるんです。だから見た目がいかにも美味しそうな赤や黄色をしてみますね。鳥さんが食べてもらいたい植物は実が上を向いてなっています。カラスウリ、スズメウリ、中を割ってみてください。中、納豆のようにネバネバしております。これも鳥さんが食べやすいようになっております。海苔を炙るのはパリッとさせるためではない？ふにゃふにゃの海苔よりパリッとしている方が美味しいので、海苔は炙って食べるものと思いきや、本当は香りと味が良くなるから炙るんです。海苔の細胞には旨味の成分のアミノ酸が蓄えられております。焼くと細胞が破れて出てきます。これが海苔の糖と反応すると、いい香りになってきます。焼き方は2枚重ねて片面を強火で手早く。1枚の時は半分に折ってパパッと焼くのが良いんです。折れた骨はどのようにして元に戻るのか。骨が折れると中を通っている血管が破れて血液の塊ができます。折れた部分を元に戻して固定しておくと、その塊が骨の隙間を埋め、やがて細胞分裂を
起こす肉芽という組織になります。皮膚を傷つけたとき、傷口が赤く盛り上がってくるが、それと同じような組織と考えればいいでしょう。この肉芽がやがて骨に変化していくんです。つまり血液が骨になっていくというわけなんです。カツオのたたきはなぜ皮を焼いてあるのか。秋のカツオは脂が乗っていて刺身でもたたきでも美味しいですね。それに比べ初夏にもてはやされる初ガツオは痩せていて硬くて生臭いです。そこで食べ方に工夫が施されました。皮を焼いて生臭さを取り、ステーキのように柔らかくしたのです。ステーキのようにと言いましたが、この料理法を考えたのは、江戸時代に土佐にやってきたオランダ人だと言われています。皮を焼くというのは西洋料理の発想だったんです。女王蜂も年を取ります。老いて役立たずになったら、女王蜂の仕事はたくさんの働き蜂を産むことです。その度に交尾していたのでは間に合わないので、諸性能に一回の交尾で得た精子を蓄えておき、どんどん受精します。ローヤルゼリーを栄養に育っている女王蜂は、その意味でタフなんですけれども、いくらタフでもやがて年を取り、役立たずとなります。すると働き蜂は幼虫の一匹にローヤルゼリーを与え、新しい女王を作るんです。古い女王は巣から追放されてしまいます。薄着をするとなぜ風邪をひきやすくなるのか。風邪は風邪のウイルスにやられて起こります。風邪の季節には人混みはもちろん、そうでないところでも大気中にウイルスがうようよいるので、体力が弱っていると感染します。薄着をして寒い思いをすると、心臓を動かしたり体温を調節したりする自律神経の機能が一時的に低くなります。健康な人はすぐ回復しますが、中にはバランスが崩れたままウイルスに感染し、撃退できなくなる人もいます。これが風邪ひきさんなんです。花見の桜はなぜほとんどソメイヨシノか。ソメイヨシノは成長が早く、しかも山桜など他の桜と違って葉より先に花が咲き、その上大輪の花がたくさんついて見栄えが良いということで、明治以降、さらに戦後、日本全国至るところに植えられ、桜の名所になっております。もともとは明治の初め、東京巣鴨の染井にあった植木屋が売り出したのが始まりとされております。
品種が誕生して100年ちょっとしか経過していない新参者なんです。ソメイヨシノの寿命は樹齢100年を超える山桜などに比べて短いです。タンポポは倒れた後でも茎が伸びます。タンポポの花は3日間くらい咲くとしぼんで倒れてしまうんです。では、綿毛をつけて突っ立っているのはどうしてかというと、タンポポはただ倒れているのではなく、種が大きくなる1週間くらいの間に茎が2倍から3倍に伸びるんです。その茎が綿毛をつけて立ち上がります。すると背が高くなっているので、綿毛はより遠くに飛んでいくことができるんです。種の種の保存のために仕組まれた自然の巧妙な仕掛けの一端なんです。タンポポの綿毛はふわふわ飛ぶだけのものではない。タンポポや柳など綿毛のついた種を飛ばす植物はたくさんありますが、あの綿毛は風に乗ってふわふわ飛んでいくためだけのものではないんです。観察していると、屋根や石瓦など生育できない乾燥したところに落ちた綿毛は風が吹くとまた舞い上がり飛んでいきます。そして湿り気のある生育に都合の良さそうな土地に落ちるとべったりと張り付いてもう飛ばないです。綿毛は湿気を見つける役割を担っているんです。本当の雑食人種は中国人より日本人なんです。中国人は四つ足のものは机以外なら何でも食べると言われるほどの雑食で知られておりますが、比較してみると日本人はさらにその上を行きます。猫やコウモリ、ゲジゲジなど日本人が口にしないものを中国人は食べますが、日本人もホヤやハチノコをはじめ薬としてだが、セミの幼虫やミミズも食べます。江戸時代の話ですけども、飢餓の時は土壁の中の藁や彼岸花まで食べたんです。中国料理の食材は800種類くらいですけれども、日本料理は1500種類と圧倒しております。神様にお金を投げる賽銭は罰当たりではないのか。神社で賽銭箱にお金を投げ入れるとき、ふとお金を投げていいのかと思ったことはないでしょうか。庶民感覚ではお金を投げるのは不作法だから
子供にも投げないように注意します。これは神様はどうなのか。実はこれにはお金は俗世間のもので、神様には不浄とする考えが基本にあるんです。不浄だから神様に直接手渡しをしてはいけない。だから離れて賽銭箱に投げ入れるのですね。投げても罰当たりではないんです。神様には投げないで直接手渡しする方が罰当たりなんです。大豆食品を食べるとなぜ頭が良くなるのか。豆腐や納豆などの大豆食品を食べると頭が良くなるとよく言われます。それは大豆に含まれているレシチンが脳の働きを活発にするからなんです。これは生理的に証明されていることです。脳は140億個以上の脳細胞のネットワークというべきものだが、ネットワークの伝達になっているのが神経物質のアセチルコリン。その原料となるのがレシチンです。うなぎ、ごま、大豆に豊富に含まれていますが、中でも大豆のレシチンは吸収されやすいタイプなので、脳の活性化には効果てきめんなんです。足を伸ばしての腹筋運動は体に良くない？うさぎ跳びが体に良くないことはよく知られてきたが、伸ばした足を押さえてする腹筋運動も良くないんです。このやり方で鍛えられるのは、大腿四頭筋やお腹の奥にある股関節筋などで、腹筋ではないんです。股関節筋が強くなると背中が反り返り、腰に負担がかかるので腰痛になりやすくなってしまいます。上半身を床につけ、伸ばした足を上げる腹筋運動も同じ理由で危険です。スポーツ医学によると、腹筋をどうしても鍛えたいなら、膝を曲げ、上体を軽く起こすぐらいがちょうどいいと言います。やりすぎは何でもいけないんです。誕生して間もない頃の地球上に土はなかったんです。まだ生物が海の中にしかいなかった4億2000万年前の地球の陸地は岩と石、砂だけの無味乾燥な世界でした。そこにプシロフィトンという水辺の植物が初めて上陸しました。とは言っても過酷な環境だったので、生えては枯れ、生えては枯れを繰り返しました。そしてこの残骸を微生物が腐らせ分解して土が登場したんです。
やがて土の量が増えると水分が保たれ、土そのものが栄養分にもなって植物が育つようになりました。急に走ると脇腹が痛くなるのはどうしてなのか。急に走るとそれまで内臓に流れていた血液が足や手に行き、胃腸の働きが急激に落ちます。痛くなるのは大抵食事の後に走った時なんです。まだ胃腸には食べ物が残っている状態なんですね。これが負担となり、胃腸の周りで痛みが出てくると考えられております。また走ると胃腸にガスが発生して圧迫します。これも痛みにつながります。さらに走ると汗をかき、お腹が冷えちゃいます。すると胃腸の働きが急激に落ちて痛くなることもあります。ブレーカーはなぜ電気を使いすぎると落ちてしまうのか。鉄芯にコイルを巻いて電流を流すと磁力が発生し、鉄芯は磁石となるので、近くに鉄があればひっついてくっつきます。磁力は流れる電流が強ければ強いほど大きくなります。だからある大きさ以上の電流が流れると鉄芯が引かれて回路が切断されるようにセットしておけばブレーカーとなるわけです。ブレーカーは電力会社と契約している電流量によって色分けされております。10アンペアは赤、15アンペアはピンク、20アンペアが黄色、30アンペアは緑、40アンペアは灰色、50アンペアは茶色、60アンペアは紫です。ぬか床に古釘を入れると、なぜナスの色が鮮やかになるのか。ぬか漬けのナスを色鮮やかにつけるには、ぬか床に古釘を数本混ぜておくというのは、よく知られている知恵です。ナスの色素はナスニンと言います。これが鉄イオンと反応すると青い金属塩ができます。この金属塩が鮮やかなナスの色を演出するんです。ところでナスを切ると切り口が変色してしまいますが、これはアク抜きを備えてすぐ水にさらせば防ぐことができます。切ったそばから水に放り込むといいです。電子レンジでさつまいもをふかすと甘くないんです。これはなぜなんでしょう。さつまいもはもともとは甘くはありません。焼き芋やふかし芋が甘くなるのは、ゆっくり高温の状態を保った結果なんです。電子レンジは短時間で温度を上げてしまうので、さつまいもが甘くなるためには時間が全然足りないんです。
石焼き芋のように周りから高温で長時間かけてじっくりと温め続けるとさつまいものでんぷんが分解し糖分になる反応が進みます。さつまいもはじっくりと長く高温で長く温めてください。さつまいもはビタミン C が多く含まれ、美容にもいいですよ。女性の口紅と神社の赤い鳥居の因縁とは。現代の女性が口紅をつけるのは唇を美しく見せるためだが、本来日本女性の口紅はそれだけではなく魔除けの意味が込められていました。神社に行くと赤い鳥居があり、建物のそこそこに朱色が塗られております。巫女さんの襟も赤い。赤い色は火の色に通じる神聖な色と考えられ、悪霊が入ってくるのを防ぐとされています。鳥居が赤いのは神社に悪霊が入らないようにとの配慮からであり、女性の口紅は悪魔が口から入らないようにという意味が込められております。悪魔が入らないように朱色を塗っているんです。タレントの内海みどりさんが若い頃に NHK で体操のお姉さんをやっていた頃のお話です。内海みどりさんが子供たちに綺麗なものはなーに教えてくれる？わかった人は手を挙げてと言いました。すると一人の男の子がはーいと手を挙げました。内海みどりさんはなーにと答えました。するとその男の子は金玉と答えました。すると内海みどりさんはそんなんじゃなくてもっと綺麗なものをと男の子にもう一度問いかけました。すると男の子は今度は綺麗な金玉と言いました。その瞬間にテレビの画面が消え、しばらくお待ちくださいの下りのテロップがずーっと流れておりました。テレビ画面は元に戻りまして、子供たちの姿が映し出されました。その時にはあの男の子の椅子だけが画面に映り、その男の子は消えておりませんでした。児童虐待が増えております。児童虐待、あの子は大丈夫かな？なんか泣き声がするけど大丈夫かな？気になった方は189、いち早く、189、189、いち早くへかけてください。子供さんを助けてください。